こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はボグレンデジタルというメーカーのソフトウェアをレビューしていきたいと思います。こちらのメーカーはイェンス・ボグレンというスウェーデンの主にメタル系を専門とするエンジニアプロデューサーの方のメーカーとなります。この度日本での取り扱いがソニックワイヤーさんで開始したということでソフトウェアをご提供いただきました。ラインナップとしてはギターのアンプシミュレーターだったりキャビネットの IR データ、ドラムのサンプルパックなどとなっております。こちらの動画ではまずギター系にフォーカスするためにアンプシミュレーターと IR データについてレビューしていきたいと思います。それではまずは AmpNob Level C というアンプシミュレーターを試してみたいと思います。こちらは名前と見た目通りノブが一つのみのギター用のアンプシミュレーターとなっています。で、シミュレートしている機種としましてはメタル系でよく好まれているメサブギーのレクチファイアをモデルとしているようです。ではまず何はともあれ音を出して聞いてみましょう。サンプル曲として鳴らすのは自分のブラックアルバム4というアルバムからザンテスケンという曲です。元のギター DI の音はこのようになっています。はい、これにアンプノブをインサートしてみたいと思います。はい、という感じでもうこの時点でかなりいい感じのサウンドになっていますね。では唯一のパラメーターであるこのゲインノブちょっと上げ下げしてみましょう。はい、という感じです。こういったハイゲイン系のギターの音を出したいけど、細かいパラメーターとかよくわからないという方には非常にお手軽で便利なのではないでしょうか。ゲインを下げればクランチのような音も出るので、かなり直感的に使えますね。で、これ以外のパラメーターとしては、このプラグインに入ってくるインプットの音量とアウトプットの音量、そしてチューナー機能も入っています。ここで細かいヘルツも変えられます。ミュートスイッチもついてますね。で、このキャビっていうのを押すとキャビネットをバイパスすることができます。で、これはこの後に解説する IR のパックを使用したいときはこのキャビをオフにして別途 IR の読み込めるプラグインを起動するという形になっています。で、他はあとゲートがついてますね。ノイズゲート。で、これもシンプルにオンかオフのみで、あとはスレッショルド、かかる式位置ですね。再生しながら見てみましょうか。はい、という感じになっています。で、昨今のアンプシミュレーターはかなり細かいところまで調整できる製品が多くて、真空管を変更したりだとか、スピーカーを4発あるうちの1個だけ変更したりとか、そういう細かい変更ができるようになっているのですが、デメリットとしてはちょっとどんどん難しくなっているというのがあるので、こういったシンプルなアンプシミュレーターがあってもいいんじゃないかなと思っています。では、この流れでアンプ部分はこちらのアンプノブを使用しつつ、IR のパックを使ってみたいと思います。で、IR のキャビを使用するには、別途それらをロードすることができるプラグインを使う必要があります。ここでは、無料で入手できる STL-Tones の NATIR というプラグインを使ってみたいと思います。で、IR パックは今のところ4種類ありまして、イェンス・ボグレンのリズムギター向けのものと、ダウンチューニングのリズムギター向けのものと、あとはリードとクリーン向けの IR パックが3つありまして、で、もう一つがコールさんという方のシグニチャー IR パックで、レインボー&チェインソーズというシリーズになっております。で、今回サンプルとしている曲はダウンチューニングのドロップ C で弾いているギターの曲なので、このリズムダウンチューンドというのをロードしてみたいと思います。で、収録されているのは全て WAV ファイルになるのですが、24ビット 44.1kHz から 48、88.296 と4種類あります。こちらの楽曲は2448ですので、こちらをロードします。こちらが一覧になります。じゃあまず一番上をロードしてみましょう。で、こちらのプラグインで
ロードすると、このように同じフォルダー内の IR は全部ずらっとここに並ぶので、ここを押しながらこう切り替えていくことができます。では、キャビ部分はこちらの IR パックを使用するので、こちらのアンプではキャビセクションをオフにしたいと思います。ちなみに、キャビをオフにして、その後に IR を挟まないとこういうサウンドになっています。はい、かなり、ノイジーなサウンドになっているので、いかに、この後のキャビネット部分の IR が、重要かというのはわかるかなと思います。では再びこちらの IR をオンにして、まずは一番上のから聞いていきましょうか。はい、という感じになっています。で、全部ざっくり、今聞いた感じですと、幅の広さっていうのはそんなにないのかなと思います。で、逆に言うと、それはもうこのイェンス・ボグレン氏がフォーカスしている部分が明確であるということでもありますので、もう最初から彼の求めるサウンド、IR を体験したいという方には、全部が実用的なサウンドなんじゃないかなと思います。で、特に最初の前半の1、2、3あたり、違いがそんなに大きくないと思ったので、このあたりのサウンドが彼の中でのスタンダードなサウンドになってるんじゃないのかなと思いました。個人的に気に入ったのはこの8番のコロスコープとか結構好きでしたね。ちょっと1番と8番で比べてみましょうか。この上の方がちょっと噛みつくような感じの帯域が出てるのがいいですね。はい、それでは別の、IR パックも試してみましょう。先ほどダウンチューンドの方でしたが、無印のリズムギターの方をロードしてみたいと思います。ではこちらも先ほど同様に上から順番にどんどん切り替えて聴いてみましょう。こちらの方が、収録数は多いような感じがしますね。で、なおかつ、先ほどあまり幅がないと言いましたが、こちらの方がバリエーションは多そうな感じがありましたね。で、前半の方を聞いたときは、やはりローがちょっと少なめなのかなと思いましたが、この下の真ん中あたりとかはドロップっぽい名前がついてたりもしますし、低音がかなりガッチリ出てるタイプもありましたので、個人的にはこのフ
ファートミーアップとか結構好きでしたね。ちょっと1番と比べてみましょうか。はい、ここら辺は好みの問題だと思いますので、どれがいいとか悪いとかっていうのは元のプレイとかもありますし、その曲に合ったものを直感的に選んでいくというのでいいんじゃないかなと思います。で、個人的に良し悪しを判断する基準として、まずローがどれだけ出ているか、出過ぎてないかっていう部分を聞いています。出過ぎていると当然ベースとバスドラムと飽和状態になってしまいますので、ある程度スッキリしている方がいいんですが、スッキリしすぎていると物足りないというところもありますし、あともう一点はハイの方の先ほど触れた噛みつき感という、ここがどのくらい出ているか、出過ぎていると耳に痛いサウンドになってしまうので、そのあたりを聞いて判断しています。それじゃあ続きましてはもう一つのリード&クリーンズを聞いてみましょうか。で、こちらの IR はクリーン用とリード用とで2種類収録されています。先ほどのリズムパックよりさらに多いファイル数になっているのかなと思います。こちらはリードおよびクリーン向けということなのですが、比較対象が先ほどと同じ方が違いを分かりやすいかなと思いましたので、あえて先ほどのリズムギターのソースのままこの IR をロードしてみたいと思います。まずはクリーンの方から。はい、という感じで、先ほどのリズム系の2つのパックよりかクリーンというだけあって、やはり上の方がかなり出る IR が多いようですね。一応クリーン用という体ではありますが、気に入る音、合う音があれば、リードでもバッキングでも全然使っていいんじゃないかなと思います。それではリードの方をロードしてみたいと思います。はい、という感じでかなりたくさんありましたが、全体的にリード用ですのでミドルがしっかり出ているような印象を受けました。で、個人的に気になったのはこのプルミー・アンディーズ
いかにもドリームシャター、プルミアンダー的なネーミングですが、おそらく他のWAV ももしかすると何かしらの曲名だったりとかバンド名だったりとかをもじったものになっているのかもしれませんね。それでは一応リード向けということですので、リードサウンドでも聞いてみましょう。アンプ部分は先ほどと同じくアンプノブでちょっと原因をリードですので上げ目にしました。ではリードで聞いていきたいと思います。はい、という感じで、またリードで聞くとだいぶ印象が変わりますね。で、個人的には、プルミアンディーズではなくて、このアックスマーダーとか結構好きでしたね。上の方があんまりヒステリックに出過ぎてないっていうのと、ちゃんとミドルがしっかり出ているというポイントですね。他だとこのプロスタティックっていうのとかも気になりましたね。こちらは先ほどよりかちょっと角が立ったようなサウンドになっていると思います。それでは最後にもう一つの IR パックである、こちらのコールシグニチャー IR パック、レインボー&チェインソーズ。こちらを見ていきましょうか。こちらはレインボーズとチェインソーズという2つのカテゴリーに分かれています。それぞれ13個と10個 WAV ファイルが収録されています。そしてもう一つボーナスコンテンツがありましたね。この中には2つの WAV ファイルが収録されています。一応解説としてはモダンメタルに最適な IR とメタルのメインストリームから遠く離れたグラインドでスラッジでダーティーなギタートーンとカテゴリー分けされているようです。ではレインボーの方から聞いてみましょうか。はい、という感じです。先ほどのイェンス・ボグレンさんのシリーズとだいぶ方向性が違うし、あとはバリエーションも幅広いような印象を受けましたね。続きましては、チェインソーズの方を聞いてみましょう。はい、という感じです。やはりこちらもかなりバリエーションたくさんありまして、イェンス・ボグレンの方とはだいぶ違う印象ですね。ボーナスの2つも聞いてみましょう。
はい、という感じですね。こちらはボーナスと書いてあったので、かなり変化球系かなと思ったら意外とスタンダードなサウンドしてましたね。で、こちらのパックの利点としては、先ほど触れた幅広いという部分もありますが、付属しているドキュメントの中で、どのキャビとマイクを使用したかというリストがあります。先ほどのイエンス・ボグレンのシリーズは具体的に書いてなかったので、そこがちょっと個人的には知りたいところだったなと思いました。その点こちらのパックはこのように一覧になっていますし、ホームページの方でも見ることができるので、気になるキャビだったりスピーカー、マイクとかあったらチェックしてみてください。それでは最後にギターのリフを2トラックダブルにした状態で両方パンを全開に左右に開いたメタルの定番といえるスタイルにして他の楽器も加えた状態で聴いてみたいと思います。で、キャビネットは一番最初の印象が良かったこちらのダウンチューニングのパックのコロスコープというワーブで鳴らしてみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。アンプノブに関しては誰でも使うことができるシンプルな作りになっていると思います。そして IR データについてもいろんなカテゴリー分けがされていますが、直感的に自分の気に入ったものを選んでいくという使い方で問題ないんじゃないかなと思っています。こちらの動画ではギターにフォーカスしてレビューしていきましたが、次回の動画ではドラムサンプルパックについてレビューしていきますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。それではこちらの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。